解説。1966年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1966年って、日本でどんな映画が流行ってたの？ 1966年はな、洋画の大作も邦画の特撮も勢揃いした、まさに映画の当たり年だったんだぜ。そんなに豊作だったんだ。どんなジャンルが多かったの？西部劇、スパイ映画、戦争もの、恋愛、SF まで色々あったぜ。しかも名作揃い、今見ても面白い作品ばっかりだぜ。気になるなぁ。私でも名前を聞いたことあるような作品あるかな？もちろんあるぜ。例えば、ミクロの決死剣とか、おしゃれ泥棒なんかは、日本公開が1966年なんだ。あの作品たちってそんな前なんだ。じゃあ今回は、そういう映画を紹介していくってこと？その通りだぜ。今回は、1966年日本公開映画ベスト10ってことで、名作たちを10位から1位までゆっくり解説していくぜ。楽しみ。じゃあ、早速10位から教えて。第10位。エル・ドラド。さて、1966年日本公開映画ベスト10。まずは第10位ね。マリサ、どんな作品か教えてくれる？第10位は、エルドラドだぜ。ジョン・ウェイン主演の西部劇で、監督はハワード・ホークスだ。ジョン・ウェインって、西部劇の大スターだよね。どんなストーリーなの？ベテランガンマンのコール・ソーントン、ジョン・ウェインが、旧友で保安官の JP ハラー、ロバート・ミッチャムと再会し、街の推理権をめぐる争いに巻き込まれる物語だ。彼らは若き車種ミシシッピ、ジェームズ・カーンと共に、悪徳牧場主に立ち向かうんだぜ。なるほど。友情や正義がテーマの作品なのね。見どころはどこかしら？まず、ジョン・ウェインとロバート・ミッチャムという二大スターの共演が最大の見どころだな。さらに、ハワード・ホークス監督ならではの緊張感あふれる演出と、ユーモアのバランスが絶妙なんだ。確かに、豪華なキャストと名監督の組み合わせは魅力的ね。観客の反応はどうだったの？日本では1966年12月17日に公開され、アメリカ本国よりも半年近く早く公開されたんだ。日本の観客にも好評で、ヒットを記録したぜ。そんなに早く公開されたんだ。それだけ期待されていた作品だったのね。そうだな。西部劇ファンならずとも楽しめる、名作中の名作だぜ。第9位。電撃フリント号、豪作戦。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第9位は、電撃フリント55作戦ね。マリサ、この映画について教えてくれる？了解だぜ。レイム。電撃フリント55作戦は、1966年に日本で公開されたアメリカのスパイアクション映画だ。主演はジェームズ・コバーンで、彼が演じるデレク・フリントは、ジェームズ・ボンドに匹敵するほどのスーパーエージェントなんだ。ジェームズ・ボンドみたいなキャラクターなのね。どんなストーリーなの？物語は、世界征服を企む悪の組織、ギャラクシーが、気象を操る装置を使って各国を脅迫するというものだ。フリントは、その陰謀を阻止するために立ち上がるんだぜ。気象を操るなんて、スケールが大きいわね。見どころはどこかしら？まず、フリントの超人的な能力とユーモア溢れるキャラクターが魅力的だ。彼は武術の達人で、多数の言語を話し、科学や芸術にも精通しているんだ。さらに、映画全体に漂うパロディ的な要素や、60年代特有のスタイリッシュな映像美も見どころだぜ。なるほど。観客の反応はどうだったの？日本では1966年7月2日に公開され、スパイ映画ブームの中で高い人気を博したんだ。この成功を受けて、続編の電撃フリントアタック作戦も制作されたんだぜ。そうなんだ。シリーズ化されるほどの人気だったのね。スパイ映画ファンなら一度は見ておきたい作品だぜ。第8位。動く標的。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第8位は、動く標的ね。マリサ、この映画について教えてくれる？了解だぜ。レイム。動く標的は、1966年に公開されたアメリカのハードボイルド映画だ。主演はポール・ニューマンで、
彼が演じる私立探偵ユー・ハーパーが、行方不明になった大富豪サンプスンの捜索を依頼されるところから物語が始まるんだ。私立探偵が主人公なのね。どんな展開になるの？ハーパーは捜索を進める中で、サンプスンの家族や関係者と接触し、彼の失踪が単なる家出ではなく、複雑な陰謀が絡んでいることを知るんだ。事件の背後にはシンジケートの存在があり、ハーパーは危険な状況に巻き込まれていくんだぜ。なるほど。サスペンスがありそうね。見どころはどこかしら？まず、ポール・ニューマンのひょうひょうとした魅力が光る演技が挙げられるな。彼が演じるハーパーは、軽口を叩きながらも事件を解決していく姿が印象的だ。また、共演者も豪華で、ジャネット・リーやローレン・バコール、ロバート・ワグナーなどが出演しているんだ。豪華なキャストね。監督は誰なの？監督はジャック・スマイトだ。彼は、刑事コロンボの演出なども手掛けたことで知られているぜ。そうなんだ。日本での公開はいつだったの？日本では1966年7月14日に公開されたんだ。結構早い時期に公開されたのね。観客の反応はどうだったの？当時の日本でも、ポール・ニューマンの人気は高く、この映画も彼の魅力が存分に発揮された作品として評価されたんだ。そうなのね。見てみたくなったわ。ぜひチェックしてみてくれよな。第7位、荒野の1ドル銀貨。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第7位は、荒野の1ドル銀貨ね。マリサ、この映画について教えてくれる？了解だぜ。レイム。荒野の1ドル銀貨は、1965年に制作されたイタリア・フランス合作のマカロニウェスタン映画だ。主演はジュリアーノ・ジェンマで、彼の出世作として知られているんだ。マカロニウェスタンって、イタリア製の西部劇のことよね。どんなストーリーなの？物語は、南北戦争後のアメリカが舞台だ。元南軍兵士のゲイリー・オハラが、ふるさとを離れて西部の町イエローストーンにやってくる。彼は町の実力者マッコリーに雇われ、ある男を倒すよう依頼されるんだ。その男って誰なの？実は、ターゲットはゲイリーの弟、フィルだったんだ。ゲイリーはその事実を知らずに対峙し、悲劇的な結果を招いてしまう。フィルはマッコリーの手下たちに射殺され、ゲイリーも撃たれるが、胸ポケットに入れていた1ドル銀貨が銃弾を防ぎ、一命を取り留めるんだ。そんな偶然があるのね。そこからどうなるの？ゲイリーは弟のアダを撃つため、マッコリーとその一味に立ち向かうことを決意する。彼は策略を巡らし、町の人々の協力も得ながら、マッコリー一味を追い詰めていくんだ。復讐劇なのね。見どころはどこかしら？まず、ジュリアーノ・ジェンマの魅力的な演技が挙げられるな。彼が演じるゲイリーは、正義感と冷静さを併せ持つキャラクターで、観客を引き込むんだ。また、マカロニウェスタン特有のスタイリッシュな映像美や、緊迫感あふれるガンファイトシーンも見どころだぜ。日本での公開はいつだったの？日本では1966年7月15日に公開されたんだ。当時の日本でもマカロニウェスタンは人気が高く、この映画も多くの観客を魅了したんだぜ。第6位、大魔神。第6位は、大魔神だね。なんだか特撮っぽいタイトルだけど、どういう映画なの？そうそう。これは1966年に公開された特撮時代劇だぜ。時代劇と特撮が融合した、ちょっと珍しいタイプの作品だな。戦国時代の丹波国を舞台に、圧政に苦しむ人々を巨大なマシンが救うっていうストーリーなんだ。特撮の中に時代劇の要素があるってこと？なんか新鮮。ああ、悪性を強いる家老様の助に対して、封印されていたマシンが怒りに目覚めて暴れ回るんだ。石像がむくっと動いて、敵をバッタバッタとなぎ倒す姿は、子供も大人も釘付けになる迫力だったぜ。そのマシンって、誰が演じてたの？それがまたすごい話でさ。実はあの大魔神、演じてたのは元プロ野球選手の橋本力って人なんだ。全3部作でスーツアクターを務めたのも彼で、特撮監督の黒田義行が主役はあんただからって太鼓判をして抜擢したんだぜ。プロ野球選手が特撮ヒーロー？それだけでもびっくりなんだけど。撮影も壮絶だったらしいぜ。芋の粉やコルクくず、
炭糞が舞う現場で、橋本さんはカメラが回ってる間、一回も瞬きしなかったんだって。その結果、あの血走った目がめちゃくちゃ印象的なイカれる髪を完璧に演じきったんだ。それって目がボロボロになっちゃいそう。実際そうだったらしいぞ。荒れた目はお茶でしか綺麗にできなかったんだと。しかも、その目の迫力は、妖怪大戦争で吸血妖怪大門を演じた時にも活かされたんだって。すごすぎる。体を張った演技って、まさにあの迫力に直結してるのね。大英京都の撮影技師森田さんも、あの人には頭が上がりませんって言ってたくらい、現場のプロたちもリスペクトしてたんだ。まさに本物の神だったぜ。うわぁ、ますます見たくなってきたよ。昭和の特撮魂が詰まった一本だ。チェックする価値、大ありだぜ。第5位。パリは燃えているか。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第5位は、パリは燃えているかね。マリサ、この映画について教えてくれる？了解だぜ。レイム。パリは燃えているかは、1966年に公開されたフランスとアメリカの合作映画だ。第二次世界大戦中のパリ解放を描いた戦争映画で、監督はルネ・クレマンが務めているんだ。戦争映画なのね。どんなストーリーなの？物語は、1944年8月のパリを舞台に、ナチスドイツの占領下からの解放を目指すレジスタンスの活動と、連合軍の進軍、そしてドイツ軍の動きを描いているんだ。特に、パリを破壊せよというヒトラーの命令に対するドイツ軍司令官の葛藤が重要なテーマになっているぜ。なるほど。歴史的な出来事を描いているのね。キャストはどうなの？この映画の特徴の一つは、豪華なオールスターキャストだな。ジャンポール・ベルモンド、アラン・ドロン、オーソン・ウェルズ、カーク・ダグラスなど、フランスとアメリカの名優たちが多数出演しているんだ。すごい顔ぶれね。見どころはどこかしら？やはり、実際のニュース映像を交えたドキュメンタリータッチの演出と、パリ市内での大規模なロケーション撮影によるリアリティだな。戦争の混乱と人々の葛藤が臨場感たっぷりに描かれているぜ。日本では1966年12月21日に公開されたんだ。戦争の悲惨さと平和の尊さを訴える作品として、多くの人々に感銘を与えたんだぜ。第4位。天地創造。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第4位は、天地創造ね。マリサ、この映画について教えてくれる？了解だぜ。レイム。天地創造は、旧約聖書の創世記を原作にした壮大なスペクタクル映画で、1966年に米合作で公開されたんだ。ジョン・ヒューストンが監督を務め、なんと自らの役でも出演してるぜ。創世記って、天地創造の最初の章から、どんなエピソードが入ってるの？めっちゃ盛りだくさんだぞ。まずは神による天地の創造。そこからアダムとエバの誕生。楽園からの追放。嫉妬によるカインとアベルの兄弟殺人。そして人間の堕落によって神がノアに命じて箱舟を作らせる話まで続く。あの有名なノアの箱舟も含まれてるのね。そうそう。そして洪水の後、人類が再び増えていくんだけど、バベルの塔で神に挑んだ人々が言語を分断されるってエピソードも出てくる。さらに、信仰を試されるアブラハムの物語も描かれるんだ。彼は、神から息子イサクを捧げよと命じられ、絶望しながらも従おうとする。この緊迫感、半端ないぜ。神への信仰と人間の感情がぶつかる壮絶な話ね。まさにそう。単なる宗教ドラマじゃなく、人間の苦悩や試練、罪と救済の物語としても深いんだ。映像もすごくて、特撮やロケ地の風景を最大限に活かしてる。広大な自然と神話的なスケールががっつり観客を引き込むぜ。映像も物語も、まさに創世記級のスケールなんだね。日本公開はいつだったの？ 1966年10月8日公開。宗教に馴染みのない日本でも、その壮大さと俳優陣の演技で高く評価された作品だぜ。見てみたくなるね。神話の中に人間らしさを見つけられそう。そうそう。古代の物語だけど、今を生きる私たちにも響くテーマが詰まってるんだぜ。第3位。プロフェッショナル。さて、
1966年日本公開映画ベスト10。第3位は、プロフェッショナルね。マリサ、この映画について教えてくれる？もちろんだぜ。レイム。プロフェッショナルは、1966年に公開されたアメリカの西部劇映画で、リチャード・ブルックスが監督脚本を務めた作品だ。原作はフランク・オルークの小説、アミュール・フォー・ザ・マルケサなんだ。どんなストーリーなの？物語は1917年、メキシコ革命の時代が舞台だ。テキサスの大富豪ジョー・グラントの妻マリアが山賊に誘拐され、身代金10万ドルが要求される。グラントは妻を救出するため、4人のプロフェッショナルを雇うんだ。その4人って？まず、リーダー格のリコ・ファーダン。射撃の名手で、戦略家だ。次に、ダイナマイトの専門家ビルド・ルワース。彼は大胆不敵で、爆破工作のプロだ。馬の専門家ハンス・エイレンガードは、騎乗技術と馬の扱いに長けている。そして、追跡と弓矢の達人ジェイク・シャープ。彼ら4人がチームを組んで、マリア救出に向かうんだ。彼らは無事にマリアを救出できるの？そこがこの映画の見どころなんだ。彼らは困難を乗り越えてマリアを救出するんだけど、実はマリアは自らの意思で山賊の狩猟ラザと一緒にいたことが判明する。彼女はラザを愛していて、誘拐されたわけじゃなかったんだ。じゃあ彼らはどうするの？プロフェッショナルたちは葛藤するが、最終的にマリアとラザを自由にすることを選ぶんだ。依頼人であるグラントの元に戻るものの、彼の真意や行動に疑問を抱き、報酬を受け取らずに立ち去るんだ。ただの西部劇じゃなくて、人間ドラマも深いのね。その通りだぜ。単なるアクションだけじゃなく、信念や忠誠、愛といったテーマが巧みに描かれているんだ。キャストも豪華なの？ああ、ビル役にバート・ランカスター、リコ役にリー・マービン、マリア役にクラウディア・カルディナーレ、ラザ役にジャック・パランスと、実力派が勢揃いしているぜ。日本ではいつ公開されたの？日本では1966年12月17日に公開されたんだ。アクションとドラマが見事に融合した名作として、多くの映画ファンに愛されているぜ。見てみたくなったわ。第2位、おしゃれ泥棒。さて、1966年日本公開映画ベスト10。第2位は、おしゃれ泥棒ね。マリサ、この映画について教えてくれる？もちろんだぜ。レイム。おしゃれ泥棒は、1966年に公開されたアメリカのロマンティックコメディ映画で、オードリー・ヘプバーンとピーター・オプールが主演しているんだ。監督は、ローマの休日や、ベンハーで知られるウィリアム・ワイラーだぜ。どんなストーリーなの？物語は、贋作画家の父を持つ娘ニコル・ボネ、オードリー・ヘプバーンが主人公だ。父シャルル・ボネ、ヒュー・グリフィスは美術品収集家として知られているが、実は贋作を制作し、それを美術館やオークションに出品していたんだ。ある日、彼の贋作であるチェリーニのヴィーナス像が美術館に寄贈され、科学鑑定を受けることになってしまう。ニコルは父の秘密が暴かれることを恐れ、美術館からこのヴィーナス像を盗み出す計画を立てるんだ。それで、どうやって盗み出すの？ニコルは、以前父の家に忍び込んだ男サイモン・デルモット、ピーター・オプールを泥棒と勘違いし、彼に協力を依頼するんだ。実はサイモンは私立探偵で、ボネ家の美術品の真贋を調査していたんだけど、ニコルの依頼を受け入れ、二人で美術館からヴィーナス像を盗み出す計画を実行するんだ。計画は成功するの？ああ、二人は巧妙な手口で厳重な警備をかいくぐり、見事にヴィーナス像を盗み出すことに成功するんだ。この過程で、ニコルとサイモンは次第に惹かれ合い、ロマンティックな関係に発展していくんだぜ。面白そうね。キャストについてもう少し教えてくれる？もちろんだぜ。主演のオードリー・ヘプバーンは、ファッションアイコンとしても知られていて、この映画でも彼女の洗練されたスタイルが際立っているんだ。相手役のピーター・オプールは、アラビアのロレンスで有名な英国俳優で、知的でユーモラスな演技が魅力的だぜ。その他にも、イーライ・ボラックやシャルル・ボワイエといった実力派俳優が脇を固めているんだ。日本では1966年11月12日に公開されたんだ。オードリー・ヘプバーンの人気もあって、多くの観客を魅了した作品だぜ。第1位、ミクロの決死剣。
さて、1966年日本公開映画ベスト10。いよいよ第1位ね。ミクロの決死剣ってどんな映画なの？おう、これは1966年に公開されたアメリカの SF 映画で、リチャード・フライシャーが監督を務めたんだ。放題はミクロの決死剣って冒険活劇風だけど、現代はファンタスティック・ボヤージ、幻想的公開で、体内表現は写実というより幻想的でアートなタッチが特徴的なんだぜ。幻想的な公開。なんだかイメージが変わってきた。ストーリーは、ある科学者が命の危機に瀕して、救う手段として全工程ごとミクロ化したチームが体内に潜入し、血管を通って脳へ向かうって内容。チェコから亡命した科学者ベネス博士の脳内に生じた血栓を内側から除去するため、5人のメンバーが10ミクロンサイズになって、体内を冒険するんだ。それって完全に SF だけど、スパイっぽい要素もあるの？その通り、序盤は完全にスパイアクション風の導入で、政府の極秘プロジェクトをめぐる陰謀や暗殺未遂も描かれてる。そして先行艇プロテウス号の中では、何者かの妨害が続いて、チーム内にスパイがいるのではと疑心暗鬼になる。まさに密室劇的な心理戦が展開されるんだぜ。そんな中でチームは無事に任務を果たせるの？血液の逆流、免疫細胞の攻撃、酸素不足と、次々と不測のトラブルが発生するけど、メンバーは持てる知識と信念でなんとか対処していく。しかも時間制限があって、60分以内に脱出しないと、元のサイズに戻って人体を破壊してしまうという緊張感が常につきまとうんだ。ビジュアル的にはどんな感じなの？これがまた幻想的で、現実の臓器や血流というよりも、色彩や照明を使ったファンタジー的な映像表現になってるんだ。光に包まれた神秘的な空間が多くて、人間の体内ってこんなに美しいのかって錯覚しそうになるぜ。それって斬新な映像表現ね。登場人物も気になるなぁ。注目すべきは助手役のコーラを演じたラクエル・ウェルチだな。彼女はこの作品で肉体派女優として一躍スターになったんだけど、ぴったり張り付くウェットスーツ姿が話題になったんだ。男性ファンの注目を一気に集めた演出でもあるな。そんな演出まで、いろんな要素が詰まってる映画なんだね。そうなんだ。SF の発想力、スパイサスペンス、密室劇、そしてビジュアル美、ジャンルを超えて幅広い魅力を持つこの作品が、1966年のトップに輝いたのは納得だぜ。これは絶対見てみたい。タイトルだけで判断しちゃダメね。ミクロの決死剣は、まさに脳内を旅する幻想とサスペンスの名作なんだぜ。総評、まとめ。いやー、1966年って本当にいろんな映画が日本で公開されてたんだね。どれも今見ても色褪せない魅力があるね。そうだろ？西部劇に SF、戦争映画、ロマンティックコメディまで、ジャンルの幅がめっちゃ広くて、映画の黄金期って感じだぜ。しかも、当時の技術や演出って、今の CG とは違う手作り感があって、逆に新鮮だよね。そうそう。特にミクロの決死剣の幻想的な体内表現とか、大魔人のスーツアクター橋本力の熱演とか、作り手の情熱が伝わってくるんだよな。どれも名作ばかりで、もっと昔の映画も見てみたくなったよ。60年代の映画って時代背景や価値観も映ってて、まさに文化の宝庫だ。今回のランキングが、その入り口になってくれたら嬉しいぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。